新疆ウイグル自治区カシュガル市、人口はおよそ70万人。ウルムチから南西に約1050キロ、市街地でも標高が約1300メートルと高山エリアの町です。世界中の旅行者の中でウルムチに行っただけではウイグルを見たことにならないとまで言われるほど、自治区内でも特別な都市とされています。近年様々な規制とともに世界の注目を集める新疆ウイグル自治区。中国政府によるウイグル民族への対応をめぐり、国際社会では多くの懸念と報道が続いています。今回私たちはウイグル文化発祥の地とされるカシュガルに滞在し、現地で自分の目で見て体験したカシュガルの今をお届けします。それでは最後までご覧ください。おはようございます。前回の動画の続きになります。今私は中国の新疆ウイグル自治区ウルムチ市に滞在してるんですが、ちょっと今ね、朝の4時33分ということでめちゃくちゃ早いんですが、今からですね、ウルムチを出発して同じく新疆ウイグル自治区のカシュガルという町へ行きます。こちらのウルムチからカシュガルまでは飛行機で2時間ぐらいです。意外とね、皆さん知らない人多いんですけど、ウイグルはね、めちゃくちゃ広いです。なので、今一番栄えてるね、ウルムチにいるんですけども、そこからカシュガルまでもね、結構遠いということで、カシュガルの町の方がウイグルのね、文化が色濃く残ってる町ということで、有名なんで、今回そちらの方に行こうと思います。前回の動画の中でもね、お話ししたんですが、このエリアっていうのはちょっと特殊でしてね、今から行くカシュガル、そしてその先っていうのはね、いろいろちょっともあるんですよ。だからそれはまたおいおい説明するんですけど、一応普通に行けはするんですけど、その先、いろいろね、ちょっと規制があるエリアがあって、今回そちらの方にも、許可を取ってですね、行こうと思っておりますので、そのおいおい話します。はい、ちょっとすいません、朝早すぎて頭まだ回ってないんですが、これからね、ホテルをチェックアウトして、空港の方に移動します。ということでホテルをチェックアウトいたしました。今から空港の方にですね、タクシーで行きたいと思います。下辈子的，是吧？小腿的。你属于带队的。ということでウルムチ国際空港到着しました。めちゃくちゃ綺麗ですよね。この空港ね、4月の17日だったかな、18日かにオープンしたばっかで、まだ1ヶ月経っておりません。なのでかなり新品なピカピカな状態の空港ですね。でこれから国内線の、サントン航空という航空会社に乗って、カシュガルに向かいます。とりあえず今からターミナルの中入ります。めちゃくちゃ綺麗ですね。ピカピカです。今ね、空港に入るための保安検査を受けたんですけど、めちゃくちゃ厳しいです。最新設備でやってますね。普段の X 線のあれと全然違いますね。最新でした。何が最新かっていうと、ポケットにライター入ってるとか、そういったものをね、画面に表示されますね。あと顔認証で顔も取られました。ちょっとこれは今までなかったですね。飛行機乗る前の保安検査じゃないですかね。空港に入るためだけでこんだけ厳しいです。床もピカピカですし、今 おそらく日本人の YouTuber でこのターミナル使ってる動画を出してるのは多分俺が初なんじゃないかっていう話を今してたんですけど、4月のね17日とかなんで、まだ1ヶ月経ってないんでね、オープンして。でこちらですね、国内線エアチャイナ、深セン航空、サントン航空のチェックインところですね。もうピカピカだわ、すげえな。それでは今からチェックインします。今回ビジネスクラスです。ということでサントン航空チェックイン完了いたしました。でこの後ラウンジも行けるみたいなんで、今からラウンジ行って朝ごはんをね食べようと思います。まだ今ね朝の5時前です先ほども言いましたけど、フライト時間2時間ぐらいなんで、あっという間に着くと思うんですけどね、ちょっととりあえずその空港の広さと設備の新しさにちょっとびっくりしております。目がチカチカするとりあえず保安検査を受けます。これ保安検査場の国内線の入り口なんですけど、
もうなんか中東のでっかい空港、ドバイとかなんかアブダビ空港の保安検査場に似てるなって今思ったんですね。でアラビア語も書いてあるからすごいですね。こちらですね。でこれが今ファーストクラス専用のラウンジらしいですけど、入れるみたいなんで入ります。めちゃくちゃ綺麗です。ピカピカなラウンジだ。目がチカチカする。食事類も結構ありまして、これ卵か、トウモロコシ、ソーセージとか、あとおかず類がこんな感じですかね。この後一応機内食あるんですけど、こんな感じです。いただきます。美味しい。ちょっと辛いですね。うわ、すごい量があります。美味しいです。すごいですよ。国内線のラウンジなのに寝る部屋があります。ベッドが睡眠用って書いてありますね。開かないですね。すごい。それではラウンジを出てゲートに行きます。こちらのウルムチ空港国内線エリア、スモーキングルーム黙々所あります。で聞いた話だと中国はもう新しい空港基本的に喫煙所ないと聞いてたんですけど、これ今月4月か、まだ1ヶ月しか経ってないんですけど、オープンしてありました。はい、国内線の A のね22とか、この220ですね。ここの目の前ですね。この情報がどれぐらい役に立つかわかんないんですけど、一応ピカピカの空港でもあったんで珍しいなと思いました。ちょっと中入ります。外だ。すごい。これはこれでいいですね。はい、中がねすごい座るところもあって景色も見れて、イスタンブールの空港みたいですね。おそらくこちらのウルムチ空港が中国で最先端の新しい設備が入ってる空港みたいですね。何でもかんでもなんか今まで見たことない感じのやつですね。この灰皿ですらこんなでっかいですからね。でタバコ吸う人用の座席にも全部 USB ついてる。充電もできますね。すごい。それではもう搭乗が始まってましたんで、このまま乗ってきます。サントン航空はすごい久しぶりですね。1回だけ乗ったことがあります。ということで機内に入りました。サントン航空の737-800ですね。スリッパ、ブランケットとか全部あります。こんな感じです。今おしぼりをもらいました。ちなみに今回こちらのカシュガル行きウルムチ発のビジネスクラスサントン航空2万円ほど、かなり安い路線ということで、それだったらね皆さん絶対ビジネス乗った方がいいと思います。ウェルカムドリンクはミネラルウォーターにしました。でちゃんとね氷も入れてくれて対応は素晴らしいと思います。何度も言ってますが、こちらのウルムチ国際空港はまだオープンして1ヶ月も経ってないということでめちゃくちゃ綺麗です。設備がピカピカですね。それでももうこんだけ人がね利用してて、飛行機もたくさん来ててすごいなと思いますね。でカシュガルの空港は地方空港でかなりちっちゃい空港のはずです。ここから2時間ぐらいですかね。で標高も高くなってくるんで、
はい、またそれについてもまた説明したいと思います。それでは機内サービスが始まりました。これはナッツですね。で、あと炭酸水とアイスアメリカーノをもらいました。はい、それで機内食が来ました。今回朝食メニューで、チャイニーズとウエスタンとあったんで、自分はウエスタンでオムレツを選びました。2時間ぐらいのフライトでこんだけがっつりあるのはね嬉しいですね。あとパンとか来ると思いますが、で飲み物は炭酸水で、あとフルーツですかね。こっちが、中華の方ですね。チャイニーズの方でおかゆとか、あと肉まんとか、これも結構いいと思いますね。美味しそうですね。おかゆもすごいなんか美味しそうだなと思いました。この国内線でこのレベルなんで何度も言ってますけどね、中国の国内線すごいですよね。あとこの便の機内食はハラル食ということで、イスラムの人が食べれるようになってるみたいですね。これハムが入ってるんですけど、これ牛肉みたいですね。ということで食事も食べ終わりまして、あとね40分ぐらいで着陸なんですけど、普通だったらね着陸の前っていうのがこのフェードをね上げろっていう風に言われるんですけど、今回全部閉めるように言われました。でここからね厳重な軍事エリアに入るということで、外の撮影はねしちゃダメだということで、撮影以外も見てもダメなんですよね。なんで閉めるように言われました。かなり厳重にやってます。We will be landing shortly. Please make sure your seatbelt is fastened and keep your mobile phone in flight mode. Thank you. ということで8時41分ですね。カシュガル国際空港着陸しました。外は絶対に見てはいけないということなんで見ることができなかったです。着陸のシーンも撮れないです。それでは初めてのカシュガル国際空港、まだ外の景色を見てません。今若干外が見えましたけど、結構ちっちゃい空港ですかね。ということでカシュガル到着いたしました。今空港の外に出ました。ここからね撮影できます。で思った以上にめちゃくちゃ綺麗です。ちゃんとしてる空港ですね。すごい立派。それでちょっとですねこのカメラの調子が今悪くてちょっとブレてるんですけども、ちょっとこのまま喋ります。はい、今回ですね新疆ウイグル自治区のカシュガルというところに今からね滞在して、とりあえず1泊します。で次回の動画になるんですけども、また違う場所に行きます。今回私と一緒に行動している方が言ってたんですけど、中国で、ウイグルにね、来た時にこのカシュガルに来なかったらウイグルに行ったことにならないと言われるぐらいここ超重要な場所です。ただほとんどの人ねウルムチ行って帰っちゃうらしいんですけど、本当は一番大事なのはこのカシュガルということで今回来てみました。はい、今ですね同行者の方がレンタカーを借りに行ってくれてるんで、ちょっと私はここで待機して待ってるんですが、このエリアっていうのはやっぱ車がないとちょっと厳しい。で今回は、今日はねとりあえずカシュガルの市内で1泊して、カシュガルの中にもですねバザールとかモスクとかあるんで、それをね、1本でまとめてこのままお届けしようと思います。今ね結構おしゃれなカフェみたいな場所で今待機してるんですけど、すごくないですか？もっとね偏僻な場所で田舎なのかなと思ったんですけど、もちろんウルムチに比べたらだいぶ
田舎だとは思うんですが、すごいまともな感じですね。あとね、おいおい話そうと思ってるんですが、今回レンタカーを借りた理由っていうのが、明日ですね、パキスタンとの国境のエリアに行こうと思っております。でそこの辺がかなり絶景の見どころが多い場所なんですよ。ただこちらのカシュガルから何百キロも離れてるんで、結構行くのも大変なんですよね。で中国は外国人がレンタカー借りるのかなりハードル高くて、警察署とか、そういう行政のところにですね申請しないといけないんで、私はちょっと今回もう運転もできないです。国際免許持ってますけど、で同行者の方が、運転できますので、その方と一緒に、行くと。で標高がね4000メートルとかそういうところなんで、もうすでに我々高山病対策で薬も飲んできてますし、あと今日ね酸素を買いに行ったりとかするんですよ。はい、今回はそのカシュガル滞在の動画出すんですけど、次回のちょっとお話をしておきますけど、はい、そんな感じですね。で、同じくね、ウイグルの、文化が強いところなんで、イスラム圏のイスラム教のねエリアになります。正直言うと私と今回同行者の方もねここに来るの初めてです。カシュガルも初めてなんで、どんな感じなのかっていうのは全く分かってない状態で来てます。で、事前情報だと、ウイグル、全般的に中国政府のね規制が結構厳しいっていう話だったんですが、ウルムチはそんなことはなかったですね。で こっちの方が多分やばいです。で、外国人が通行できる、通行するために必要な許可証とか、制限エリアっていうのがあるので、今日は、この後ね空港、出発しましたらまず警察署に私行きます。でそこで、許可証をね取るんですよ。ウルムチで取れると思ったんですけど、ウルムチで取れなくて、現地着いたら現地の、公安の方に行くという風なことみたいなんで、そんな感じで行きたいと思います。私ちょっと今緊張してます。なんでかっていうと、こういったところでね、一応ここは撮影しても大丈夫なんですけど、データをね、検閲されて全部消されるという可能性もあるんですよ。この動画ちゃんと皆さんにお届けできてるってことは多分大丈夫だとは思うんですけど、できてない場合は私のデータがですね、全部消されてるということになりますので、そうするとね、何もこう皆さんに見せれないんですよ。証明できないです。私が言ったっていうのは写真ぐらいはいいのかもしれないですけど、でなるべくそういうの気をつけながら、取っちゃいけないっていうところはもう取らないつもりで一応考えておりますが、それ以外の現状のねカシュガルの様子とかそういったところをお見せしたいと思います。はい、とりあえず今レンタカー待ちです。とりあえず今タバコを吸えるこのカフェで、休憩しております。アライバルエリアにはこちらのカフェしかなかったです。スタバとかなかったですね。で1回出ちゃうと、中国の空港って中に入るともう一回保安検査必要なんですけど、ちょっとねここはねすごい厳重そうだったんで厳しそうですよ。はい、レンタカーを借りてきていただきたんで、これから車で移動します。中国製の車、タンクというね車みたいです。空港こんな感じです。たくさん警察の人がいたりとかしてるのかなと思ったんですけど、入り口ぐらいにしかいなくて、全然緩いですね。今回2日間乗る車がレンタルしたやつはこれですね。タンクっていう中国製の車で、結構ねタイとかでも見たりするんですけど、結構ジープみたいなやつですね。四駆です。ちなみにレンタカーの料金なんですが、3日間で、無制限の保険をつけて2万円です。結構安いと思います。それでは出発です。まず最初にホテルに荷物を置いてチェックインしてから許可証を取りに行くという感じで、多分もうそれで昼ぐらいになると思います。空港出た感じのこの道とかはかなり綺麗ですね。ちょっと田舎感はあるけど、すごい独特な感じがして面白いですね。一応配車アプリディディとかも使えますね。先ほどより街中に入ってきましたけど、やっぱり警察が公安の車が、この辺にいたりとかしてますね。でもガチガチ感はないかな。結構これ撮るのも命がけなんですけどね。監視カメラはねいっぱいありますけど、このタンクって車ね中国製なんですけど、ちょっとこの辺ベンツっぽいなって今話をしてたのと、でもね
いいですよ、乗り心地よく。多分日本人の人ほとんど乗ったことないと思うんですけど、今風な感じですかね。ちゃんとGoogle とかも連動してるんですけどはい、こんな感じですね。ということでホテル到着しました。一応カシュガルの中で一番大きなホテルと言われてる、ラディソンホテルですね。1泊5000円ぐらいです。でとりあえず今からチェックインして荷物だけ置きに行きます。なんか黄砂みたいなね、砂がすごいですね。なんか車とかがもうめちゃくちゃ汚れちゃってるぐらい。なんかマスクした方がいいと思います。皆さんはマスクしてますね。だいぶ雰囲気が中東っぽいですね。もうこの空が中東っぽいですよね。ほぼほぼパキスタンとかキルギスに近いエリアなんで。中入りました。ホテル入る時も空港並みのセキュリティが必要ですね。もうインドとかあっちの、一緒ですね。すごい立派です。リカちゃん人形がありますね。ウイグルの民族衣装を着てます。ということでチェックインの方完了しました。17階の部屋ですね。とりあえず荷物だけ置きに行きます。その後警察署行きます。ホテルの案内とかが全部アラビア語になりました。一部ね中国語ありますけど、だいぶ変わりますね。ウルムチと全然違うな。ちょっと予想外でした。一応ねこの街で一番いいホテルなんで、それでも5000円くらいってすごいですよね。こちらですね。ということで部屋に入りました。ウルムチのホテルよりいいな。部屋めっちゃ綺麗です。広い。めっちゃ安いんじゃないですかこれ。水でタバコ吸えます。部屋ででっかいデスクがあって、テレビフィリップス製ですね。でこっちにも水が大量にありますわ。すごいな。ベッドもめっちゃ広いし、なんかありますね。これ何なんだろう。蜂蜜。あとは洗面台、アメニティもしっかりありまして、トイレもちゃんと分かれてますね。別の部屋でセパレートですね。バスタブもあるんだ。すごいですね。こんな場所でかなり立派ですね。綺麗です。とりあえずね今からですね先ほど言った通り警察署の方に通行許可証の発行をですね、本人がパスポート持っていかないと取れないみたいなんで、10時半から、それができるということでちょっと今から、行きます。てかこんな早い時間にねホテルチェックインして部屋まで入れてくれましたからね。めちゃくちゃ親切ですよホテルの人。意外と日本車が多いですね。トヨタウルムチより多いんじゃないかな。ちなみにですねさっき言ったと思うんですけど、私たち今もう高山病の薬飲んでるんですけど、この車にちょっと表示されててちょっと見えづらいかもしれないですけど、今この段階、このカシュガルの街の段階で標高1280メートル、約1300メートルあるんですよね。で明日行くところはもう4000メートル級の山があるようなところなんですけど、でもここで1280あるとは思えないですね。やっぱりでも薬飲んでないとなるかもしれないですね、高山病に。それでは今から許可を、取りに行きます。こちらも警察署ですね。どうやらここじゃなかったんで違う場所に行くみたいなんですけど、結構複雑ですね。これ一人だったら無理だわ。こちららしいです。ここで今から取りに行きます。カシュガル市移民事務局みたいなところですね。一応ですねこの通行許可証っていうのを外国人は取らないと通過できないみたいですね。今からこの申請をします。ここで今回訪問予定のウイグル自治区の通行証が必要なエリアと概要について説明します。ウイグル自治区には他の中国の町と同じように自由に入れるエリアとそうではない規制エリアと2種類あります。その規制されたエリアを辺境管理区と言います。ウイグル自治区の辺境管理区の場所はこんな感じです。今回私たちはカシュガルのさらに奥にあるタシュクルガンというエリアにある白車山、白車湖エリアと
国境エリアを訪問予定なので、この辺境管理区に該当するため、カシュガル市内にある公安検察署にて立ち入りの許可の証明である通行証をもらう必要があります。ちなみにこの通行証は外国人だけ必要ということではなくて、軍事関係者や警察以外の中国人にも必要になります。市内の指定された公安警察署に行き、警察官の審査を受けて対面で発行してもらう形になります。料金は無料でパスポートが必ず必要です。それでこちらが実際の実物ですが、中には個人情報と発行地と日付が書かれています。最長で1ヶ月間有効だそうです。この辺境管理区に入っている際には必ずこちらを携帯する必要があり、定期的にある検問や警察官による職務質問をされた場合、この通行証を持っていないと相当ややこしいことになると警告を受けました。今回は同行者が中国語を喋れるので対応していただき、私の審査は質問もなくその場で即発行されました。個人的な感想としては、この通行証を発行する作業がかなり難易度が高い気がします。場所も田舎ですし、英語も伝わらない警察官がほとんどなので、外国人が一人で旅行をして通行証をもらうのは難しい気がします。ちなみに現地ツアーを申し込んだ場合でも必ずここに来て対面で発行してもらう必要があり、代理店で丸投げはできないそうです。あと補足ですが、この辺境管理区がなぜここまで規制されているのか、同行者の方にお願いし警察官に質問をしていただきました。回答としては、このエリアには中国軍の重要な軍事施設があるから規制が厳しいとのことで、上空を飛ぶ戦闘機や軍事施設を撮影したら逮捕される可能性が高いので注意するようにと言われました。明言はできませんが、中国人たちの共通の認識で、このエリアには中国軍の戦略核ミサイル基地や大陸弾道ミサイルの発射施設、特殊な空軍基地がいくつもあるためだと言われています。なぜかですね、マトリョーシカとかロシアのものが売ってるんですよね。ロシアとだいぶ離れた場所ですけどね。まあでも旧ソ構成国ですからね、パキスタンとか中央アジアの方がソ連の影響があるからかな。これロシアのやつですよね。ロシアのチョコとかなんか売ってます。やっぱり酸素がね、山の方行くと必要みたいで、こういったところでも売ってますね。1本16元。すごいね、人が並び始めました。欧米人の方多いです。イギリス人とかがそのね、エリアに入るために通行許可証を取りに来てます。日本人は私だけですね。でもウイグルの人が一人日本語喋れる人がいて、僕に話しかけてきましたすごいね、こんな感じなんだ。意外とツーリズムね、こう盛り上がってんだね。そう、スタッフが一人しかいないから時間かかってるんですけど、欧米人の人たちがブチ切れてますね。でも順番通り俺ら並んでるから、なんかちょっと今俺も見ててイライラしました。先に俺らがやれよみたいな。この人たちオランダ人です。ちょっと横柄ですね。だから今僕と伊藤さんは順番通りにっていうふうにスタッフに言って、こういうちょっとあるんじゃないですかね。こういうところが見下してるところが。ここでこの時に起きたトラブルについて少しだけお話しします。通行証を発行するために私と同行者は窓口に並んでいたのですが、当日は日曜日で警察署の職員も担当者が1人しかいませんでした。なので申請者が重なると発行までに時間がかかっていたのですが、自分たちも周りにいる人たちもしっかりとちゃんと順番を守り整列していました。しばらくして欧米人のツアー客が20人ぐらいですかね、私たちの裏に並び始めたのですが、どうやら通行証の発行に時間がかかっていることに対して苛立っているようで、だんだんと態度が悪くなっていきました。その人たちはおそらく中国人には英語が通じないと思い、警察官や並んでいる人に対して汚い言葉を言っているのを私も同行者も感じ取れていたのですが、突然私たちの裏に並んでいた中国人の女性の方の腕を欧米人の方、言ってしまうとオランダ人のおばさんだったんですが、いきなり腕を掴んで横入りしようとしました。中国人の女性は大きな声で助けを求めて、すぐに私の同行者が間に入って彼女を助けました。その中国人の女性の方は涙ぐみながら怖かったと言っており、この状況を私の同行者がすぐに警察官に伝えました。
私は久しぶりに欧米人のアジア人軽視の姿勢というか、なんていうかこの態度をですね、目の当たりにし、やっぱり今でも露骨にあるんだなとこの時思いました。言いにくいんですが、もともとこのようなことは昔からあるとは思いますが、中国人に対して欧米人の人たちはさらに強気なんじゃないかなと思い、実際にちゃんと並んでいたのは中国人の女性の方なので、本気で私たちも腹が立って嫌な気持ちになりました。この後にね、許可証をもらって普通に出てくんですが、ちょっとね、後味が悪い感じになったんですよね。なんか久しぶりにアジア人差別の現場を見たって感じで、今伊藤さんが英語も喋れるんで、中国語も喋れるから会話全部わかるんですよね。それでこのオランダ人の人たちがその中国人とか、俺も含めたアジア人なんか後回しにして先に俺らをやれっていう風に言ってるんですよ。で一人のおばさんがその並んでた中国人の女性の腕を引っ張ってどかそうとしたんですよね。でそれでさっき喧嘩になったんですよね。ってことは普通に考えたらオランダ人たちがめちゃくちゃ悪いですよね、態度が。ツアー客ですけど。ということで1時間ぐらいかかったんですけど、今ね、無事に外国人規制エリアの通行許可証をもらいました。もう全部ね、伊藤さんがいなかったら多分できなかったわ。すごかったな。ようやくでもゲットできました。これで、先に進めますね。とりあえずこれで、私のね通行許可証をゲットできましたんで、この後ね街に行って酸素を買いに行ったりとかちょっと準備をしてます。でその後にモスクとバザール行って、あと食事も食べようかなと思ってます。今日1日だけなんですよ、貸し柄に滞在するのね。ちょっとそんな感じで、ちょっと午前中は用事を済ませるって感じで行きます。とりあえず今からですね、お昼ご飯を食べに行きます。でバーガーキングがあったんで、ちょっと今日のランチはハンバーガーで行きます。で夜はウイグル料理食べるかもしれないですけど、とりあえずもう用事が一通り終わったんで、まだ酸素は買ってないですね。後で買いに行くと思いますけど、そうです、そんな感じで行きます。カシュガルのワンダープラザというショッピングモール入りました。もう先進的ですね。ちょっとバーガーキングに来ただけですけど、もう全然どこ行っても一緒ですね。発展してて、ウイグルのねど真ん中にいるって感じがしませんね。一応ケンタッキーとバーガーキングあります。で今からここに行きます。なんとねバーガーキングね改装中でしたなんで諦めます。でケンタッキーにします。ちょっと混んでるんでホテルに持ち帰って食べることにしました。それで一旦ホテルに戻ってきました。今テイクアウトしてケンタッキーちょっと食べるんですけど、でちょっと我々ね今日の朝の3時ぐらいからもう動いてて、でずっとねここ最近連続で撮影と移動っていうのやってて、ちょっと疲れたよねっていう話になりまして、で今からね、昼これ部屋で食べた後ちょっとしばらく休憩して夕方から活動しようかっていうことになりました。ちょっとやっぱずっと動いてるとねしんどいですね。お互いそういうふうに思ったんで、旅はやっぱこういうふうに疲れも溜まってきますからね。なんでカシュガルどっちみち1泊しか滞在しなくて、もともとこう許可証を取ったりとかいろいろその準備で滞在するっていう感じだったんで、もちろんモスクとバザールもあるのでね、夕方から今昼間暑いですし、活動しようと思います。なのでちょっと昼はもう簡単にケンタッキー食べて、休憩します。それでは夕方5時になりました。少しね休憩して元気が出ました。で今から、また街に出かけて、行きたいと思います。残りの時間もちょっとわずかなんですが、しっかりとねカシュガルの街を見れればなと思っております。それでは行きましょう。それではバッチリ休憩できたんで、今からですね明日のために酸素をね買いに行きます。酸素ボンベの酸素ですね。その後いろいろ見てきます。こちらの医療機械って書いてあるお店ですね。ここで酸素の、ボンベをちょっと買おうと思います。明日、行くね、標高の高いエリアに備えて高山病になるリスクが高いんで推奨されてるんで買いに来ました。すごい砂ぼこりですね。これはちょっとマスクないと厳しいぐらい砂が舞ってますね。全体的にもう空中に舞ってますわ。
とりあえず酸素を 8本と今入れてもらってます。でこれを車の中に入れといて高山病になりそうだったら吸うという感じでいきたいと思います。明日ですね、次回の動画にはなると思いますが、その準備です。それでは今からですね、カシュガルの、一番有名なモスクに行きます。だいぶね混んでますね。今の時間は、6時ですね、夕方の。でもめちゃくちゃ明るいです。この辺活気がありますね、人がいっぱいいて。危ない危ない。結構ね運転がすごいんですよ。カオスですね。それではモスクの前に来ました。もうこれですね、モスクで、この先どんどんバザールとかあるところなんで一気に見ていきたいと思います。すごい人がいっぱいいますね。これ全体の図なんですけど、ここはモスクですね。で今あそこにあるんですけど、この辺全部旧市街で、商業施設みたいになってるところですね。ウイグルの文化が一番濃いところ。はい。今日は日曜日なんですごい人がいます。もう一気に中東感がすごいです。この辺服がね、やっぱ着てる服が変わりましたね、皆さんね。これ本物のラクダと馬がいます。一応ラクダに乗って写真とかも多分撮れるんですけど、すごいな。めちゃくちゃ広いですね。一番の観光スポット。一応正面に見えてるのがエイティガーモスクとかいうやつだったかな。一応よくここねパンフレットとかで写真が載ってるとこですね。サイズはねそんな大きくないですね。こじんまりとしてる。色は華やかですけど、一応これがカシュガルのイスラム教の中でもかなり大事なモスクなんですよね。来れてよかったですよ。大体モスクの前とか広場にはめちゃくちゃ警察がいて監視してるっていう話だったし、イメージだったんですけど、全然いないです。いないでしょ警備の人もいない。一応奥の方に公安の人たちはいるんですけど、そんなガチガチっていう今感じではないです。このモスクの周りは。ちょっと中見てみましょうか。今見てみて分かったんですけど、これモスクの建物であるんですけども、もう今モスクではないみたいですね。ここの中に入る入場料のチケットセンターというかゲートですね。じゃあもうモスクとして機能してないんだ。だから警察とかいないのかな。そういうことか。一応中はこんな感じでモスクっぽいんですけど、ウルムチで入ったモスクに比べたら全然もうダメですね。ダメというかもう使ってないですね。一応大人1人30元かかります。今チケットを買ってます。でちょっと今チケット入手したんで入ります。なるほど。やっぱり奥にモスクがあるみたいですね。なるほどなるほど。すごい整備されてますね。中めちゃくちゃ綺麗だわ。すごい。アラビア語で説明があるんですけど、こっちは中国語になってて、ちょっと英語とかはないんでね、私は読めないんですけど、新疆ウイグル自治区のこの中ではかなり重要な、文化財っていう感じの説明とか、そんなことですかね。つまり新疆ウイグル自治区の大事な、重点な重要文化財も自由政策でこれ書いてありますね。宗教信仰自由っていうことで私たちは認めてて、ウイグルの人たちを、弾圧してないみたいな。そうでこういうことが書いてあるわけですよ、要は。この先モスクだったんで、ちょっと靴を脱いで中に入ります。この中がモスクですか。ここしか入れないんだ。もうこの赤いロープの奥は入っちゃダメなんですね。でもこれあれなんですよ、ウイグルの昔からの建物そのままって感じなんでしょうね。
すごいな。この木ですね。多分ですね、ここで一日のね、イスラムの礼拝とかしてないと思うんですよね。もうただ本当に観光客用に見せるだけっぽいですけど、あんまりもう入れる場所はないですね。このロープの内側でしか見れない。まあでもすごくないですか、このウイグルの、ね、昔からあるモスク。日本人で来てる人ほとんどいないと思いますよ。一応ね、あそこにコーランですね、本が置いてあって、で偉い人が座る椅子があるんで、まあ多分こっちがねメッカの方向だと思うんですよ。多分ね、椅子の方向に確かあった気がするんで、こう横一列に並んで座ってやるんじゃないですかね。やってたんじゃないですかね。温馨提示：此通道为人缓通道，应急避难场所，严禁在地下通道。ちょっとこれからバザールとこの街、旧市街をいろいろ歩きます。で、晩ご飯も食べたいと思います。こちらがバザールの入り口ですね。賑わっております。皆さんね、やっぱり綺麗な民族的な服を着てる人が本当に多いです。これ別に写真のために着てるわけじゃなくて、普通に日常的に着てるんだと思いますよ。で、漢民族の人たちがね、まあいるにはいるんですけど、ウルムチに比べたら明らかに減りました。もうウイグル人の人たちの、方が多いですね。旅行者でっていうのは見ますけども、ウイグル人じゃない人たちね、もう俺らも含めて明らかに多いです。顔がもう皆さん全然ね、中東というか中央アジアの顔ですね。美人さんが多いと思います。本当に。こちらがバザールの入り口ですね。一応保安検査あります。まあでも警察がいっぱいいるってわけじゃないですね。一応ここにもいますけども、やっぱ全然だな。やっぱみんなガチガチでやばいみたいなこと言ってるけど、全然普通ですね。これ保安検査ですね。わあ、すごい。めちゃくちゃいい街並みですね。これはウイグル最大のバザール。ウルムチじゃないんですよ。カシュガルなんですよ。皆さんこれ見てどう思います？もう全然中国じゃないでしょ。すごいですよ。本当に感動してます。やばくないですか？すげえ楽しいんですけど、すごいよ。こんな場所があるんだね、中国にって感じです。民族衣装とか帽子が売ってるんで、ちょっと帽子買いたいなと思って今見てます。こちらが食べ物の方ですね。さっきは服とか帽子とかだったんですけど、名物はザクロということで、ザクロジュースもいっぱいあるし、これもそうですね、ザクロジュース。これがウイグルのザクロです。先日ウルムチでも食べましたが、名物の、ピロフですね。こんなでっかいんだ。もうちょっともう終わりな感じになっちゃってるんですけども、すごい有名なお店なんですかね。でもあっちもあるのか。あとですね、ちょっと重い話にはなるんですけど、ウイグルの人たちのこの料理店とかで、こういったね、お肉をさばく用の包丁とかナイフとかっていうのは全部ね、南京錠でロックされております。誰かが持って暴れたりとかテロに使われないように、そういった武器に関しての規制が、特にウイグル人の人たちのお店に関してはちょっと差別的なのかもしれないですけど、徹底管理されて、こういうところを警察が見てるんですよね。すごいちょっと声がでかいんですけど、この人、はい、呼び込みなんですが、こういうのはウイグルの特徴ですね。新疆ウイグル自治区では他の地域とは異なる独自の規制や管理体制が数多く存在しており、刃物管理もその一環となっています。ウイグル自治区内ではナイフや刃物の購入や使用に厳しい制限が設けられており、すべての刃物には所有者登録と QR コードの刻印が義務付けられています。この QR コードをスキャンすることで、当局は所有者の個人情報を即時に確認できる仕組みとなっていて、非常に厳格な管理体制の下で取り締まりが行われています。また、ウルムチ滞在の動画でもお届けしたように、ガソリンスタンドでは入場時に身分証明書の提示が義務付けられているほか、
一部のホテル、駅、市場、さらにはレストランの出入り口においても保安検査やボディチェックが常時実施されています。市街地には多数の公安職員や武装警察、装甲車が配置されており、街全体が常に監視体制下にある状況です。こうした管理強化の背景には、過去に相次いだ暴動やテロ事件が深く関係しており、当局はこれらをテロ対策及び公共の安全維持のための措置として位置づけています。すごい見どころが多いな。見たことないものがいっぱいあって、多分これね、鳩だと思うんですよ。鳩の肉ですね。圧倒的にやっぱりこのザクロとこのメロンですね。メロンこうワンカットで食べれたりとか、あとは羊の肉ですかね。いや、カシュガル、ここすごいっすね。めちゃくちゃ来る価値あると思います。ウルムチよりバザールとかこういうところに関しては全然こっちの方が上ですね。素晴らしい。なんか価値観変わりましたわ。あとイメージも全然変わる。これは有名なアイスクリーム屋さんなんですが、今ねこの氷を入れて多分ねヤクというね牛でも羊でもない動物がいるんですけど、それの甘いミルクを作ってで冷やすためにああいう風に混ぜながらこうやってますね。それで今バザールから帰ってきたんですけど、こちら、車にですね中金の、罰金50元のレシートが車に貼られておりました。ここ止めちゃいけなかったみたいですね。皆さん止めてるんですけど、でも罰金だけらしいんで、50元、しかもオンラインで払えば終わりだそうです。この後ですね、晩ご飯を食べに行くんですが、その前にちょっとマッサージに行くことにしまして、明日ねいろいろ大変なんでしっかりほぐしておこうということで行きます。ここにもね警察いますね。こちらのホテルの3階にあるフットマッサージのお店に行きます。こっちのカシュガルも結構マッサージ屋さん多いですね。すごい中がめっちゃ綺麗なカラオケボックスみたいな、カラオケ屋みたいな感じのマッサージ屋ですね。こんな感じの部屋でした。部屋でもねタバコも吸えますし、ここでフットマッサージを受けてから晩飯行きます。毎日今マッサージ行ってます。これねマジで中国あるあるですよ。禁煙タバコダメって書いてあって灰皿とライターが用意してあります。こんなお茶のセットが出てきました。マッサージのお姉さんちょっとなんかエロい格好してますけど普通のマッサージです。ということで素晴らしいマッサージでした。めちゃくちゃ疲れが取れました。見てくださいこの明るさ。今ね時間夜の9時過ぎですよ。青空が出てます。時間感覚バグりますね。もう一日がすごく長く感じます。これですからね、まだ9時過ぎですからね。で今から最後にですね、このカシュガルにあるウイグル料理のレストランに行って食事と、あとね C 社もできるみたいなんでそこに行きます。すごいですよね。この何度も言ってますけど、これで夜9時過ぎですからね。それではレストランに向けて移動しております。この辺も全部ウイグル料理のお店がいっぱいありますね。雰囲気めっちゃありますよね。こちらのウイグル料理レストラン入ります。いい感じです。めっちゃ綺麗ですね。多分ね、観光客向けっぽいところではありますね。めっちゃちゃんとしてますわ。すごい本格的だ。めっちゃすごい。すごいです。外からはこんな風だとは思わなかった。ちょっと席に行きます。わーすげえ。それでいろいろ今注文したんですが、このねウイグルの伝統的なスープが有名なんですよ。なんかこのね入れ物ごとなんか蒸すのか焼くみたいな感じで作るやつなんですよね。羊のスープなんですよ。でこれと頼んだのと、
あとは、プロフですかね、日本でいうピラフの、小サイズっていうのがあったんで、これを2つ頼んで、まああとこの肉系なんですけど、ここ最近ずっと羊肉食ってるんで、でここのねカシュガルは鳩肉もすごい食べるみたいなんですよね。なんで鳩肉の焼いたやつも頼みました。であとこれ最後に、これもウイグルの伝統的なスイーツ、もち米の上にヨーグルトと、あと甘いイチジクのソースがかかった、こういうなんかあるんですよ、タイのカオニャオママみたいなやつ。はい、それをちょっと一つ頼んでシェアして食べたいと思います。あとはですね、シーシャがあるので、食後にシーシャを頼むつもりです。だいたい78元ぐらいかな。安いですね。あとこのレストラン本当にすごいこの豪華というか雰囲気が抜群にいいですね。もうザ・ウイグルって感じの、本来こういう姿なんですよ。食事もこんな感じでちゃんとというか目の前で作っててすごいですね。ピロフ、はい、こちらが、プロフの、小サイズですね。小中大とあるんですが、小サイズで、12元。ドリンクは中東では馴染みのあるレモンミント頼みました。まさかウイグルで飲めるとは。いや似合いますよね、ウイグルでレモンミント。もうほぼ中東みたいな感じですから。でこちらが、ウイグルの、ね、伝統的なスープですね。はい、めっちゃうまそう。すでにですねこの器の中にクコの実とかなんか入ってるんですが、多分これパクチーかな。これをこうなんか入れるんですよね、スープを。中には大きな人参と羊肉とパプリカとか入ってます。じゃあいただきます。まずレモンミント。美味しい、超うまいこれ。これおかわりしたいぐらいうまいですね。すごい。いただきます。美味しい。ちょっと甘めの味ですね。でも量これぐらいがいいです。すごい量で来るんですよ。しかも大体おかわりができるっていう、これぐらいの量がちょうどいい。美味しい。これ絶対日本人が好きな味。はい、じゃあスープいただきます。なるほど。パクチーが入ってるせいでタイで飲むスープの味がしますよくカオマンガイとかについてくるスープの味がするなってカオマンガイとかについてくるスープの味がする気がする。でもねこれも美味しい。さっぱりしてて、ちょっとパクチーが嫌いな人は厳しいかも。すごい、こんなでっかい羊肉が入ってるんですけど、ちょっとかぶりつきますわ。ちょっとね、この前も内モンゴルで食べたんですけど、羊の匂いがしますね。やっぱ焼いた方がね、俺羊美味しいと思うんですよね。茹でるとちょっと臭い気がするな。俺はまあ食えますけど、苦手な人はこれもうちょっと獣臭があるのかもしれないですね。スープ自体だけだったらすごい飲みやすいんですけどね。それでこちらがデザートですね。下がこれもち米、上がヨーグルト。イチジクはね入ってなさそうですね。これかな。なんかあと蜂蜜みたいなシロップがかかってますね。それではちょっといただきます。このデザート、もち米とシロップとヨーグルトなんすね。これめちゃくちゃ甘い、もう中東のデザートって感じ。頭がね痛くなるぐらい甘いですねちょっとでもねこうヨーグルトがすごい酸っぱいですね。でシロップが激甘で、もち米も甘いって感じで、でもまあこのもち米の部分はこれだけでも結構甘くて美味しいですね。不思議な味です。あとはね、鳩のこの串焼き、1本しか頼まなかったんですけど、ちょっとシェアして食べます。以前ね深センで私食
食べたんですよ。新鮮名物で鳩の丸揚げみたいなやつがあって、それぶりですかね。なんかうずらの焼き鳥みたいな感じですね。それじゃあ鳩の丸焼き。でも味付けがうまいですね。まあでも普通に鶏肉ですよ。ちょっと固めの鶏肉って感じ。臭みとか全然ないですね。それでですね、食後今 C 社を頼みました。フルーツの盛り合わせとかバラのお茶とかも来てすごい豪華ですね。しかもこういう部屋で今やってるんですけど、で今からこれ用意してくれた C 社で最後楽しんでからホテルに戻ろうと思います。わー極上ですか。すげえ久しぶりに C 社ですねまさかウイグルで C 社とは。いいっすね。ということで最後ナイトマーケットを見に来ました。結構ね警察官の方がいたりしますけど、でも平和な雰囲気ですね。すごい綺麗です。これさっきのバザールの通りですね。夜になるとこういう風にな感じになってるっていうだけで、奥に行くと今日通った道なんですけど、ちょっと反対側からこう映してるというだけですね。ということでホテルに戻ってきました。今回はですねこのカシュガル、シルクロードの要衝の地と言われる、町ですね。ウイグルの中でも、一番ウイグルの文化が残っている町に来たわけですけども、皆さん見てどう思いましたかね。ウイグルの人たちね、なかなかいろいろ規制が厳しくて、で街中、警察官だらけで、自由がないみたいな風に思っている人、私もそういう風に思ってました。そういう場所なのかなと思ってましたが、ウルムチも含めてですね、かなり思っていた以上に皆さん自由に生活してるんじゃないかなという風に思いました。確かに街中にはかなり警察公安の人いるんですけど、普通に皆さんねわかんないです。僕の客観的な見方なんですけど、ガチガチで自由がないっていう感じではなかったです。でやっぱり全然ね何度も言ってますが中国ではもうないですよね。特に後半ですねバザールとかモスクの方行きましたけど、本当に中東の国にいるような感じ、ここが本当に中国なのかって思うような雰囲気で、人々の顔もそうですけども、なんかすごいなと思いましたね。あとは実際ね、カシュガルに来てみて思ったこと、ウルムチでもそうでしたけど、ウイグルの人たちねめちゃくちゃ優しい、心の底から優しい人が多いです。で自分が旅行しててストレスもないです。こんなになんで優しくしてくれるんだろうっていうぐらいいい人たちが多いんじゃないかな。特に私が日本人だというとすごくリスペクトして日本人に対してのこの思いやりというか接し方がね感動しますね。逆に日本人の皆さんじゃあウイグルの方にそういうふうに接してるのかといったら、ほとんどの方はね接してないと思いますよ。もうこういう状況で危ないしいけないしなんて言葉に表していいんだろう、こういう状況で多分ネガティブなイメージを持ってる人多いのかもしれないです。イスラム教っていうのもあってね、やっぱり何でもそうですけど来てみてね自分の目で見て体験することの大切さ、これ概念が変わりますね。なんかもう自分の中でもやっぱりウイグルは危ない、日本人が普通に旅行にしたら危ない、いけないって思ってましたけど、なんかねいろいろ考えさせられましたね今回ね。来てみて本当に良かったと思いました。食事も美味しいですし、何度も動画の中で言ったかもしれませんが、ウルムチに行っただけではウイグルに行ったことにはならないというね言葉があるようにですね、本当にやっぱりカシュガルに来ないとダメだと思いますね。カシュガルにこそなんかウイグルの文化が詰まってる本当の姿なのかなっていうふうに思いました。日本人の方が旅行してもかなり楽しめるというか、ストレスなくいいんじゃないかなって僕は思いました。実際にウイグルの方にね聞くと、だいぶ
なんていうんですかね、日本のメディアで言われてるようなこととちょっと乖離があるんじゃないかと。実際そういう時もあったんですよ。多分規制もすごくてテロとかもあったし、中国政府がやってる時もあったと思うんですが、現在はねそこまで行動を制限するようなこととか多分ないみたいですね。実際に話を聞いてみて。でやっぱり外国人の観光客の方をすごい今受け入れてる状態、日本人は全然来てないですけど、欧米人の人、香港、台湾、あと、中国人かなり来てるみたいです。なんでそういう経済活動も結構活発になってて、で人との、やり取りっていうのもそんなに制限が多分ないんじゃないかなと思いますね。実際に闇の部分はあるとは思うんですが、思った以上になんていうんですか、僕が想像してた日本のメディアとか皆さんが想像してるよりかはそこまでなのかなっていうふうに自分が目で見える範囲では思ったっていうちょっと感想を今喋っております。今私が偉そうに語ってますが、カシュガルね1泊しか今日しかしておりませんので、今回私がウイグルに来た最終的な目標というか、行き先っていうのが、このカシュガルから先のタシュクルガンという場所です。今初めて多分行ったと思いますが、そこをね次回の動画でお届けすると思うんですが、そこはパキスタン、キルギス、タジキスタンの国境地なっております。またねウイグルの人たちの、もちろん文化圏なんですけど、またちょっと違うところがあって、すごいね景色もいいし異世界観が味わえる場所だと思います。なかなかそこもね日本人の人行ってないと思いますし、一応そこもまだねウイグル自治区の、エリアなんですが、もうほぼパキスタンとかタジキスタンとかというところのエリアに明日行きますので、そのために今回ね準備のために通行許可証を取ったり、酸素を買ったり、高山病の薬を飲んだり、レンタカーを借りたりいろいろしてきたわけで、外国人の方は、ちょっと入るのが規制がねあるというエリアに次回行きます。で標高もね 4000m 級の山々があるようなとこなんで、今実際ここでも 1400m ぐらいあるんですけど、明日はもっとねやばいところに行きますので体がボロボロにならないように一生懸命ねちょっと見てこようかなと思います。今回はちょっとカシュガルね1泊しかしてないですけども、ウルムチも良かったんですけども、カシュガルの方がウイグルの文化がより一層濃いエリアね街を見てみたということで、今回この動画これで終わりたいと思います。皆様様々なね感想とかコメントあると思いますが、どんどん書いていただければと思います。私も皆さんの反応を知りたいので、あと高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。次回に続きますので引き続き見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。最後に地元の方に踏み込んだお話をお聞きしたのでお話しします。今回のカシュガル滞在中に地元のウイグル人のタクシードライバーの方に同行者を通じ通訳をしていただきました。現状のウイグル自治区についてどう思うのか聞いてみました。インタビュー中の顔や声を伏せることを約束に日本人の私たちに語っていただきました。現在のウイグル自治区は以前よりも自由もあり仕事もあるので普通に暮らせている状況です。15年前に起きたテロ事件以降は警察の取り締まりが強くて大変でしたが、現在は外国人観光客もたくさん入れているので、あまり派手な取り締まりをすれば国際社会が許さないし、ウイグル族の人々もそれを望んでいないので現状維持で良いという空気感があると思う。ただイスラム教に関しては政府の意向があり、イスラム信仰は禁止はしないものの、本来の1日5回のお祈り習慣は原則的にやめるようにと言われている。政府の説明だと1日5回もお祈りがあると仕事中も祈りのために仕事を止めなければならない。今までこの習慣のおかげで生産性も上がらず経済的にずっと成長しなかった。イスラム教の信仰は禁止しないが、一般国民、中国国民と同じ社会的なルールに沿って経済活動を高めてほしい。ウイグルは他の中東イスラム国のように石油や天然ガス資源で潤っており、働かなくても国民を養えるという状況ではなく、必ず外部からの支援がないと自分たちの経済力だけではやっていけないので、中国式の社会ルールに沿うようにと言われている。今話したことをウイグル族の方々がこれを不満に思うかどう思うかは、生きるために合わせるための個人的な判断になるとおっしゃっておりました。現在ウイグルが抱えるさまざまな問題が報じられていますが、このお話を聞く限りでは非常にリアリティの高い、そして信頼度が高いウイグルの中でのお話だと私は感じました。皆さんがどう思うか、
どれが正解なのかはここでは決めきれませんが、これが実用なんだと思います。次回はカシュガルを出て通行証がないと入れないウイグルの最深部に入ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんよろしければこの動画の感想をコメント欄に書いていただいて、高評価を押していただけると非常に嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いします。次回に続きます。